打ち合わせはないんです。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしました？宿毛矯正してる？ずっともう長年矯正してるんですけど、なんか傷んでるのかも毛先の方がもうすごい広がってくるようになってしまって。これはそうですね。ダメージと、あと根元もかなり確かに癖が出てきてるんですよね。癖出てきてますね。この辺にもこう怪しいうねりのある髪とかも。ちりつき感かな。後ろはちょっと見えないんですけど、この辺が出てきてまして、ちょっと1ヶ月ほど前にサロンでカットしてもらったんですけど、後ろをねこう丸みのあるこうすっきりした前下がりにしてもらおうかなと思ったら、ちょっと矯正が効いてるので、丸くはならないと言われ、レイヤーだけ入れてもらってちょっとアイロンで丸めてくださいって言われたんですけど、全然できなくてですね。どうしたらいいのかなと思って。これはうねりが出てるからレイヤーだけ入れて、あとはご自身でどうぞ的なやつか。アイロンそんなに苦手ではないんですけど、ちょっと後ろはできなかったです。ちょっと一回カメラください。こんな感じですね。これが多分レイヤーで、ここら辺がちょっと中途半端に跳ねちゃってるんで、原因を見てみるとですね、このカットラインのこの角というか切り残しか、ワンレン入れたかったのか、こういう感じにしたかったのかですけど、ここが綺麗につながってないから、見えますかね。こうですね。こういう感じ。このラインを綺麗にグラデーションのラインにしてあげれば丸さは出るんですけど、上の方とかもちょっとあれですね、このままこのラインでいきたいのにここが足りない状態なんで、ここを少し丸さ出したいんだけど、上が短いから、長さってちなみにもうちょい切ってもいいのかな。サイドはもう顎ぐらいでもいいですし、後ろは刈り上げなければもう結構短くてもいいかなって感じですかね。大丈夫です。じゃあそうですね。本当だったら毛先ワンカールのパーマっていう手もありなんですけど、ちょっと今ダメージレベル怖いんで、なんか怪しいですよね。いろいろ怪しいんで、ちょっとここに関しては矯正はします。矯正根元してダメージリスクの少ないやつでやって、毛先も丸めはしないんですけど、ちょっとツヤ感も今ないですよね。そうですね。でボワッと広がってるから、緩い薬でやります。でやって、でカットを整えて、できる限り後頭部丸くなるようにっていうのと、後ろちょっと言葉を選ばず言うと、ちょっとねカットがガタガタしてるから。それで多分こう跳ねちゃったりするので、ヒントがあったのかもしれないですけど、ちょっとこれだと丸くなるのは結構難しいから、ちょっと切って綺麗になるようにしましょうか。お願いします。ぜひよろしくお願いします。じゃあ全体的にこの今縦長になっちゃってるのも少しこう丸くなれるようにできる限りやります。で髪の体力がどんどん回復していったら、例えば今ここ結構しっかりとした矯正かかってて、それでなのにダメージで広がってるパターンなんで、ダメージを少なくって言ってどんどんやっていったら、将来的にここワンカールあってもいいし、っていう感じでやっていこうかなと思います。お願いします。準備します。よろしくお願いします。白髪染めますよ。染めます。めっちゃ染めます。白髪染めましょう。お願いします。色ってでもそんな明るくなくていいですか？そうですね。今の色キープぐらいでいきましょうか。脳は絶対綺麗になる。透明感っていうワードがすごく。透明感はね、カラーだけの時がいいかな。今日どっちかというと矯正でフォルムを整えていく方が、ただ透明感出してきます。一発で出せる色じゃないね。繰り返しだから、そんな感じでいきましょうね。よろしくお願いします。じゃあ後ろもう一回お願いします。じゃあ先ほど言ったように、ここのカットラインの乱れですね。このカットラインの乱れと、あとは全体的なツヤ感はあるんで、結構ツヤ感ありますね。そうですか。この永田さんの動画見てからシャンプーを買いました。ありがとうございます。ホームケア大事。そう。ちょっと待って、言わせたみたいになっちゃうから。いや、ありがとうございます。本当に。なんか、ツヤ感結構出てるんですけど、やっぱこういうパサつきとか、宿毛矯正のダメージっていうのが出てるんで、で、襟足が結構上向いてますね。そうなんですよ。なかなかワイルドな上向きの襟足をしてるんで、ここら辺もちょっと調整して、結構上向いてますね。なるほど。OK。いい感じに整えていきましょう。よろしくお願いします。で、宿毛矯正ですね。ここですね。宿毛矯正履歴。ここ申請もですね。で、ここから先が宿毛矯正してあるんですけど、癖戻りとダメージが出てるんで、ここもちょっとうまいことやっていきたいかなと思います。準備します。お待ちください。
はい、じゃあ今日は酸性宿毛矯正ですね。こうやって少しダメージが心配で少し柔らかさを出したい場合によく使う酸性宿毛矯正いきます。根元の薬、はい、リッチシスタミンアルテマリッチですね。シスタミンのアルテマリッチ 6.5 に対して CMC のトリートメントドロップっていうのを2対1に対してファイモアのグラッツのスピエラですねを 10% 入れてます。はい、pH 大体 5.4 ですね。今髪の東電点が大体 5.5 って言われてるんで、そこよりも低いんで確実に軟化させない、溶かさないってやつですね。で毛先はこの CMC のトリートメントドロップに対して、スピエラを大体 5%、6% ぐらい入れてますね。基本的にトリートメントで少し微還元させようっていう感じですね。はい、こちらも大体今日は本当に 5.5 前後で 5.5 を超えないラインで揃えてます。じゃあ塗りましょう。はい、じゃあまあ塗りなんですけど、まずこの襟足あたりにはすごい癖が強いわけでもないし、ここは丸さを出したいんで、ここは毛先のドロップスピエラ 5% の方ですね。もう毛先まで塗っちゃいます。この次のポイントが、ここから徐々に新生毛とキーストレート部が分かれてくるんで、ここから先はこのアリミノのペーパーを使って根元の薬を塗ったら、矯正に関してはディバイディングラインしっかりオーバーラップしないと絶対的に失敗する確率が高いんで、ちゃんとここのディバイディングはオーバーラップして毛先の薬ですね。毛先の薬は逆にオーバーラップ少なめでいきたいですね。はい。で、この次が、ここから先はもうどんどん分かりやすくなってきますね。元の薬を塗って、で、襟足ともみあげはドロップの方を単品にいこうかなと思います。で、そうですね。毛先塗って、で、なじませる。はい、こんな感じで全体いきます。いきましょう。シャー塗ります。お願いします。宿毛矯正は4ヶ月前ぐらいですかね、これは。3ヶ月ですね。3ヶ月か。1ヶ月前にカットした時に前髪だけちょっとすごく見てたので、ストレートした。かけてもらったんですけど。前髪もそうですね、ちょっと優しい方の薬でいきますね。髪の悩みは結構尽きない感じですか？もう30年前から矯正かけっぱなしです。ベテラン。です。あんまりなんかこれだっていう時はあんまりないんですかね。最初の頃すごく薬が強かったんですかね。いや、めっちゃ強いと思います。30年前ですよね。髪の毛がプチプチ切れちゃって、だんだん短くなってきました髪。ハビットとかですかね。ハビットはね、かけなかったんです。ハビットかけてないですか。ミスター昔。ミスターハビット。ミスターハビットっていう伝説の宿毛矯正。なんで伝説なんですか？いや、なんかね、その頃は超画期的だったんですよね。ブローで、今のアイロンがない時代ですよね。アイロンない時代です。そう、ブローでひたすら伸ばす。超大変。時間だって1日がかりでしたよね、あれ確か。僕はやったことはないんですけど。私ハビットではないんですけど、最初にできた宿毛矯正っていうのはやっぱりアイロンなかったので、ロールブラシイガイガのこうずっと伸ばせる。でもう2時間ぐらいかかって伸ばして、トータル6時間ぐらい。そう。途中でご飯挟む感じですよね。そうです。お互いがですか？お互いが、美容師側が挟むかどうかは分からない。お客さんは挟んだ方がいい。なんかクッキーかなんかいただいた。糖分大事。クッキーもめちゃめちゃ高かったですよ。スタートが4、5万しませんでした？しました。ですよね。しかもその時の物価でですよね。5万以上しました。ですよね。でもやっぱ癖毛の人の悩みはね。癖毛の人。ストレート綺麗だ。言いますよ、私動画で。いいんですか？いやまあそういうのもあるよっていう話もしてもいいと思う。前回の岩崎のブリーチのリタッチでちょっとね、その後いやもう3週に1遍ぐらいやってるんですよ。でなんかもう慢心ですね。慢心です。時間置きすぎました。時間置きすぎて根元の断毛っていうんですけど、ブリーチでやっちゃいけないやつなんですけど、時間置きすぎて一発でホワイトブリーチこの薬だったらいけるっしょっつって、そんなに断毛も少ないでしょっつってちょっと放っといたんですよ。でウーバーイーツとか食い出して2人で作ってで普通に食べて、で時間経ったんですけど、それで流すかっつって言いながら、そっからはちょっとゆっくりしちゃったりして結構時間置いたらシャンプー台って流したらやばいかもって。なんかすごい
い長くてシャンプーがあそうれみたいな、まだ終わんないのかな途中で一回多分私うとうとして若干寝たんですよ。もうシャンプー台で焦っちゃってやべえなんかパッてまだ起きてもあれまだシャンプー台にいると思って、何やってんだろうなとか思いながら長いな今日とか、そうもうねちょっとやばい状態になったんでリュウさん慢心ってダメです慢心は一番ねこれで満足するしちゃダメだってことが分かりました。切れちゃったんですか？切れ毛が、まあ、全部が切れるわけじゃなくて、ええやっぱダメージしてるところがプツプツプツって切れて、短い毛がちょんちょんちょんってあおいその顔やめろ怒ってるこの顔で悲しい顔してくるんですよもうごめんってずっと言ってしかもなんかめっちゃ見えやすいところにすごいいるんですよ。ここら辺に一番熱がこもる前髪の上ぐらいにいてで毎朝あとか言ってたら、なんかずっと謝られてますでも伸びるんですよね。まあ伸びるしもう次回のブリーチはもうびっくりするぐらい繊細にいくし施術中もビール飲まないでやる今日カットないからビール飲もうかなってそうカットなかったからビール飲んでたんですよあれが慢心ですビール飲みながらそれこそ伊豆の主釣りって僕が超ハマってるキャンプ動画の YouTube を見ながらウーバーイーツを食べながらブリーチを放置するっていう慢心です毛が切れました、はいだからちょっとそんなこともあるんですね。工房のもう筆の誤りだって言ったら何ですかそれあれいやなんか私頭そんなに良くないんで長さに何か言われた時とかうちの中学そういうのやってないですって言うんですけどこれマジ冗談抜きで初めて聞いたそんなのでちょっと冗談抜きで初めて聞いた工房のだね。筆の誤りを聞いたことないっていうからこれ小学生レベルじゃないですかマジ初めて聞きました。中学校じゃないですよねこれ小学校ですよねマジで初めて聞いてそうですね。そう習ってない逆にサルモン来たら落ちるわ知ってますよ。お石の上にも3年とかそういう意味は違うけどまあでもそうだよそういうのもその順番で言うと5番目ぐらいに習うかマジで習ってない本当に初耳ガチで初耳すぎてなんでだって京都の教育委員会の人が怒ってるよ今ですか、今、義務教育でそんぐらいやってるわって絶対嘘世の中いろんな人がいるそうですね。マジで初めて聞いたマジで初めて聞いた朝そういう話をそういえばしましたね得意科目の話を得意科目そういやしかも今日は朝得意科目って何っていう話、まあ、雑談ですよしたら図工家庭科保険道徳ってサイドサブばっかメインディッシュどこ行ったんだよつってだから言ったんですよ私ハンダゴテとか超得意ですもんハンダゴテもう結構綺麗に溶接しますよハンダゴテ本当の溶接工として怒られるから超綺麗にハンダゴテしますいや本当にびっくりしましたこれで時間を置きましょうか、はいはい、15でインフォームつけて流しますお願いしますはいじゃあ時間を置きますはいお疲れ様でしたはいじゃあ外しますちょっと引っ張りますねはいこんな感じでペーパーを外しますよいしょで今15分経過でもう完全にこれで流しで大丈夫です流す直前にインフォームですねアルテマインフォーム結合強化剤と浸透促進剤っていうのをしっかりと全体につけて流しますお疲れ様ですありがとうございます。こんな感じです髪の強度はすごい保たれている状態ですねしかもシャンプー台での処理がしっかりと効いてるんで張り腰も出てるはずですさらにテラフェクトコネクターの8倍希釈活性ケラチンもさらに足していきます髪の内部補強っていうのをしていきますそしたら CMC はいサクッとアルテマークを足してレブリン酸ノットのミストをしっかりと足してあげてで最後熱から守るようにリトルのリケライマルジョンですねこちらでアイロンの熱から酸性ストレート結構熱のパワーを使うんでこちらを使いつつちょっとだけもう普通にこれぐらいを全体に塗布してかなり処理剤だらけになるんですけどそれが髪の毛をしっかりと補強してくれるのと補修してくれますで最後リンクオイルオイルは何でもいいかな、僕はリンクオイル使ってますシクロペンタキシロキ酸っていうシリコンが入ってるとアイロンワークがしやすくなりますでしっかりとウォーミングしてでケラフェクトの活性ケラチンはちゃんとこうもみ上げ意外につきづらいんですよねもみ上げ襟足のダメージしやすいところには必ずつけてくださいそしたらこのまま乾かすと時間がかかるんでもうだいぶ髪の内部の水分と入れ替わってると思うんでちゃんと水分を少し取ってあげてこすらないようにこすらないちょっと押すだけそんな感じで乾かしていきます
はい、ドライ完了です。こんな感じ。まだもちろんうねりは残ってるんですけど、もうこの柔らかさ、手触り伝わらないと思いますけど、すごいいいです。じゃあこれをアイロンします。で、通常サンセストレートってしっかりツインブラシで伸ばしていくんですけど、やっぱりボリュームっていうのをあんまり落としたくないんで、今日はもう普通にコームでいきます。指でテンションをかけて、熱置きはゆっくりで190度でいこうかなと思います。ちょっとこの段階で後ろ見てもらうと、なんとなくわかりますかね。ここら辺今日カット修正したいところですね。はい、そんな感じで今日はアイロンをサクッといきます。何ですお嬢さんの結婚式。そんなお嬢さんがそんな大きいってことですか？大きいですよ。見えないですね。すごい、お嬢さん結婚おめでとうございます。ありがとうございます。髪の毛どうしようと思ってたんです。良くなりますよ。良くなります。来月ちょうどいいかも。ちょうどね、ボリュームが戻ってきて。ただ今日、多分今までかけた宿毛矯正より弱いです。むしろボリューム出していきたいんで、ただ嫌なうねりだとか、パサつきっていうのは全部取ります。お嬢さんの結婚式、お着物ですね、じゃあ。そうなんです。なので、襟足大事ですよね。襟足大事ですね。ちょっとできないから。確かに。この生え癖なかなかいい感じですね。でもね、得意です。そうですはい。任せてください。嬉しいです。生え際難しいですよね。とても自分ではアイロンではまあできないですよ、基本は。でもアイロンは1台持っとくとやっぱ癖毛の人はいいし、このラディアントアイロンとかあると超楽になりますよ。なんか違うんです。やっぱね、全然操作性が違うのと、その後のダメージっていうのも変わってくるから。ダメージがね。マジで今生産追いついてないぐらい人気のやつなんで。そうなんですか。僕もだからディーラーさんに入るって言ったら即予約します。その市販のアイロン使ってるんですけど、髪のパサパサ。ラディアントにした方がいいっていうかしてください。僕に儲けは一切入ってきません。うちのオンラインショップで買ってくれたらちょっと入ってきます。じゃあぜひぜひ。そうっていうぐらい本当にいい。本当ですか。今までのアイロンで一番いいんじゃないかな。今んとここれ超えてないですね、何も。本当ですか。違うんですよね。いろんなアイロン出てるから。水蒸気爆発が一番髪には傷むんですよ。で、基本鉄板ってここ鉄板じゃないですか。これ水なんですけど、水道水なんですけど、つけたらどうなるかと思うんです。ジャーですよね。ですよね。これカメラ映んないけど、勝手にやりますね。こうです。こんな、そう時間差でくるんですよ。要は触れた瞬間に水分が蒸発しない。こちらに190度なんで、190度っていうと天ぷら揚げる温度だから。そうですよね。そう水なんか入れたらジャーってやる。そうこのプレートが髪を傷めないっていう。そうなんです。僕らがこうやって宿毛矯正使ってるぐらいなんで相当いいと思います。そうですよね。アイロンだし。アイロンかけすぎて髪の毛もチリチリになっちゃう。そう毛先のダメージね。はい。今日ねこれをねどうにかというか絶対に良くなるんで。嬉しいです。はい。ちなみにもう全然アイロン後なんで参考にはならないかもしれないですけど、多分違うと思います。触ってみてください。あら。そうアイロン後だからまだあれなんだけど、なんとなく違いが分かってくれれば。すごい。なんかずっと触っていたいの。でもこの後ちゃんとカラーで固定したりとかいろいろやるって。これが乾かしただけ、まあ軽く乾かしただけはさすがにちょっとうねりがあるから無理なんですけど、軽くブローしたぐらいでできればいいなと思ってそれを狙ってますね。ありがたいです。お嬢さん一緒に住まわれてるんですか今？もうね去年入籍して別に住んでるんですけど、じゃあこの状況だからねなかなかできなくて。じゃあもう待ちに待ったじゃん。そうなんですよ。花嫁の母主役じゃないけど、いや大事大事。かっこよくいたいなと思って。大事大事。だって手紙を読まれますよね。読まれるってなんか読んでますよね。だってあれが主役じゃん。花嫁の母への手紙が主役じゃない。長女の時号泣しましたね。2人目。なるほど。あれね、お母さん今までありがとうみたいな、もう俺らも俺がいやなるよなるよ。みんな泣いちゃいますね。いやだってあれ泣かせるようにウェディングプランナーの人がちゃんと練って照明も徐々に暗くなってでさらに音楽とかもなんか壮大な音楽になってくるんですよ。私の好きな曲を流してくれて。あ、そうなんだ。好きな曲なんですね。ジブリの紅の豚のジーナさんが歌う曲なんですけど。いいじゃないですか。あれを流してくれて、で娘の手紙がもう今で。私も結婚した時ママの好きな曲流そう。ママの好きな曲ない。でも x ジャパンなんですけど。それね、紅つながりだね。ママ x ジャパ
ファンが知らないかもしれない。結婚式で X とか言ってから作ります。はい、アイロン終わってます。こんな感じですね。まあアイロン後なんでもちろん綺麗なんですけど、はい、これをさらに綺麗にしていきたいかなと思います。で、カラーですね。カラー、ビフォアがこんな感じです。まあ新生もと、あと毛先も若干この色トレですね。色落ちがしちゃって少しハイライトみたいになっちゃってるので、もうちょいここら辺をなじませて綺麗な感じでいきたいかなと思いますんで、今回は根元と毛先の薬を大きくは分けません。はい、今日ツヤ系のブラウン、透明感ってまあ先ほどモデルさんおっしゃったんですけど、透明感よりも今日はどっちかというとツヤを出しつつ、さらに透明感ももちろん出します。出すんだけどツヤ感と柔らかさっていうのを出していきたいんで、はい、根元の薬と毛先の薬ほぼ一緒でいきます。14N2GB グリーンと、はい、ピンク。アルテマリトーノの新色ピンク。まだサンプル品です。で2対1対 10%、10%。はい。で、根元 6% で、根元 6% で、根元のリタッチが終わったら、そこに処理剤をさらに入れます。まず根元の薬に入ってるものが、まあ、おなじみですね。インフォーム3プッシュ、コネクター2プッシュ入れてます。ちょっとケラチン多めですね。それでしっかりとリタッチして、リタッチしたら余った剤に、はい、もう、がっつりメテオですね。メテオを 20g 入れます。で、まあ、この長さぐらいなんで 20g 入れて、その余った薬剤のところに 20g メテオを入れて、さらにパウダー 3g 入れましょう。はい、それで毛先塗ります。いきましょう。1時間半経過ですかね。早い。早い。まあ、でもトータル3時間弱はかかっちゃうかなって感じですかね。今まで矯正とカラーと一緒にやったことない。あ、別日ですか。要はノンアルカリと言われる宿毛矯正は基本同日施術の方がいいです。むしろ。そうなんですね。はい、なんか痛むからといって分けて2週間後に来てください。あ僕も昔それでやってましたね。アルカリ宿毛矯正。基本的にはもうカラー同時にやっちゃった方が綺麗ですよ。ありがたいですね。はい、2回行く手間がそう大変ですよね。地元とかだったらまだいいけど、ちょっとどっかに行くってなると2週に一遍だと月2回か大変ですね。そうなんですよ。頻繁に行かなきゃいけない。1日しかも3時間でこんないいんだって思わせますね。うわ嬉しい。結構ずっと同じとこ行っててって感じですか。そうですね。あんまり変えてないですね。1ヶ月前にカットしてもらったのはちょっと担当の方が変わって、あるあるですね。あれって感じになっちゃう。まあね、好みもあるしね。もうちょっと自分ではできなかった。自分でセットって難しいですよね。難しいです。ありがとうございます。朝セットさせるように。自分でやろうとすると、触らないでって毎回言われるんで、あ、私の毛なのに。自分でカットしてるじゃないですか。でカラーしてるじゃないですか。さっき言ったようにちょっと失敗しちゃった。もうちょっと失敗しちゃったんで、もうセット超綺麗。しかもなんかもう普通に180度のアイロンでガンガン自分でやるから、もう俺やめろっつって。次のブリッジが怖えんだよっつって160度であれですよ、ちゃんと長門ドクターから出された処方箋を全部やってます。そう、家でこれをこうやってやれみたいな感じで言ってるんですよ。ノットのシャンプーにインフォーム混ぜてシャンプーして、流したらケラフェクトコネクターっていう要は活性ケラチンがあるんですけど、それも原液を頭にかけて、それでもホームケアでもおすすめですよ。結構めちゃめちゃサラサラになるし、髪がすごい元気になる。そうでつけるとギシギシになるんですけど、それをトリートメントして、でその後ミストつけてとかもう全部指示してる。指示されてるんですけど、何が悪いってちゃんと乾かせてないっていうのが一番ですよ。切るのが、僕美容師さんを集めたオープンチャットって言ってまあプロ専用、一般の方は見れないんですけど、美容師さんを集めて技術の質問とかなんかそういうみんなで高め合おうみたいなオープンチャットを主催でやってるんですけど、そこになんか岩崎さんのブリーチってどんな感じですかみたいな感じで、僕はもう正直にちょっと失敗しましたっつって断房しましたっつって、だからでもケアをめちゃめちゃさせてなんとか保ってますって言ったら、そう岩崎さんの自宅でのケアはどんな感じですかって言って、僕は全部さっきみたいにシャンプー、インフォーム、ケラフェクトコネクターとか言うじゃないですか。そしたら岩崎も入ってるんですけど、私全く一個も登場しないんですけど、見てるだけなんですけど、なんか私のお風呂事情をばらされてなんかいきなりなんか私のお風呂事情をばらされたみたいで嫌ですえっつってなんかちょっと嫌です。待って、使ってるシャンプーとかトリートメントを言ってるだけなのに、なんかお風呂をなんかでもそうかもしれない。
なんか嫌ですとかお風呂事情なんか1400、500人ぐらいにばらされた感じがしてすごい嫌ですっていうプチクレームを入れました。なんかお風呂事情をばらされてなんか恥ずかしいですみたいな。ちょっと待って。お風呂事情ばらされてなんか嫌だなと。意味がわからんと思って。なんかちょっと嫌ですっていうクレームを入れてました。嫌だそうです。勝手になんかばらされて。そうですよね。そうですか。なんかお風呂嫌じゃないですか。そう、じゃあごめん。そうですね。その言葉が最初に欲しかった。うるさい。じゃあこれで時間をきます。はい。はい、よし、お疲れ様です。はい、行きましょう。時間経ったんで、こちら。アルテマアクアですね。CMC と酢酸ナトリウムをしっかりとなじませて乳化できるぐらい。乳化ってカラー剤の2倍量の水分を含んだ時に乳化されるんですね。そうすることによって、この離島のカラー自体がその酢酸ナトリウムの効果で残留アルカリを有利してくれる。分離してくれるっていうイメージですね。それで残留しないようにしてくれます。いい感じだと思います。で、この後処理ですね。シャンプー台で後処理をするんですけども、まずお湯でバーッと水分含ましたら、しっかりと乳化します。乳化の続きですね。乳化します。そしたらしっかりとカラー剤を全部水洗します。しっかりと流します。で、しっかり水洗したら、その上から直接、一度メテオかけます。もう 10g ぐらいでいいです。さーっとかけて、そのままチェンジリンスして、で、少し馴染んだら、上からアフターカラーフォーム0を生え際と、分け目中心に5プッシュつけて馴染ましたら、その上からノットのシャンプー、インフォーム混ぜでしっかりとシャンプーして、で、ちゃんと流したら、アルミのコアミの M ですね。何使ってるんですかって言われる時あるんですけど、M のシリーズを、2、3、4使って仕上げます。はい、お願いします。よし、お疲れ様でした。はい。ちょっとノットのミスト全体につけてから切りましょう。本番カットです。はい、よろしくお願いします。癖はもう伸びた感全然ありますよね。脇のここら辺で大丈夫？大丈夫です。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ今日は後頭部を特に重点的に解説していきたいかなと思います。じゃあ、あとはもうこの生え癖を見ながらですね。で、多分イングラが入ってるんですね、前回。この短いインナーグラデーションが入ってるんですけど、これを無視します。無視していきましょう。で、結構強めの生え癖なんで、フリーハンドで切ります。綺麗にコンビングしてあげたらフリーハンド。指で引っ張っちゃうとこの生え癖対応ができないんで、フリーハンドで切っちゃいます。で、切ったら、もう先にちょっとこの生え癖を弱めるために強いなと思うところをルーツセニング。そうすると、こうやってパワーが弱まって収まるんです。こっち見てください。パワーがあるから、こうやって弾力があるんですけど、弾力というか跳ね返ってくるんですけど、これをルーツセニングしてあげると、こうやってパワーが収まってくれる。これをまずね、やります。後でもやるんですけど、最初にこれちょっとやっておくといいですね。はい、じゃあ行きましょう。いつも通り、シザーは N スペックです。さあ、次の段行きましょう。後頭部をできる限り丸くするようなカット。はい、もう一回。もう一段フリーハンドでいきたいですね。こっから上、ちょっと難しくなってきます。フリーハンドで、ある程度の長さを決めます。こういう時にやっぱ切れるハサミだとライン作りやすいですね。フォーミングきれいにしたらフリーハンド。だいぶ形ができてきたんじゃないでしょうか。はい。そしたらもう次の段ですね。さあ、ここからグラデーションのカットラインですね。グラデーションのカットラインでいきます。この縦に引き出して、この角度ぐらいですね、になるように。切ります。優しく。ワンレングスがギリギリ残らないように。かといって一番下のアウトラインまで攻めると、この生え癖にやられちゃうと思うんで、ギリギリまで。こんな感じ。で、後ろに引く。真後ろに引いて、最後こっちはアウトラインちょっと整えてあげて、もう一回。そうすると、前下がりグラデーションができます。こう、前下がりのグラデーションができてきます。はい、逆サイド同様です。ガイド通りに真後ろに引き出して、切る。で、アウトラインを整えたら、グラデーション入れる。はい、入りました。はい、次の段。同じですね、ここから先は。ただ、上にレイヤーが結構乗っかってたんで、しかもそれが独立というかちょっと短めだったんで、そこがうまくつながればいいなと思って、このアウトラインの設定にしてますけど、ここから切るところ少なくなってきました。少ない場合は切らない。無理して切らない。ただ、ちょっとでも出たらそれは全部切る感じですね。ほんと、細かく重ねていく感じです。上足りないかな？足りないかもしんないけど、ちょっ
と足りなくても無理やり切ることがないようにこう綺麗にコーミングしたら、全部がつながってるボブっていうのがやっぱ一番綺麗なんで、そこを狙っていきましょう。はい。でしっかりと真後ろにコーミング。はい。そうするとここまでは多分綺麗なグラデーションですね。ここから上がちょっと怖いですね。足りないかなって感じです。足りなくてもある程度は馴染んでくれるとは思うんですけど、綺麗なカットラインっていうのを目指しましょう。はい。同じく真後ろに引いて、はい。次行きます。さあ、ここおそらく足りないです。こう引っ張って足りない。この流れでいきたいんだけど、ここが足りてない。だからここは手をつけません。ただ手をつけないんだけど、もし角になってたら切るんだけど、角になってないですね。ちょっとか。よし。ここはもうしょうがない。伸びるのを待ちましょう。で、下段とかはしっかりと切るとこがあるんであればって感じですかね。よし。すごい、もうほんのちょっとずつの整えなんですけど、これだけでも全然内巻きに入り度合いが変わってくるんで。ここ短いですね、多分。よし。足りない場合は触らない。襟足の変な羽っていうのはこれでなくなると思うんですよね。はい、OK。ちょっと100点にはならない。この表面の毛がちょっと短いんで、少しこの丸みの一番上の角が削られちゃった状態にはなるんですけど、だいぶやりやすくなると思います。はい、そしたらアウトラインもう一回整えます。はい、アウトライン整えたら、サイドを上下段2段に分けて、はい、同じ今度イヤートゥーの位置に全部集めて、ガイドを見て、で、フェイスラインもイヤートゥーまで引っ張ってきて、はい、サイドは完全にワンレグスになるような、グラデーションからこう前下がりにワンレグスになっていくような形ですね。はい、トップ。ここは切るとこありそうですね。こういう感じで整えていくっていうのもカットの醍醐味ですかね。これです。出てきたところを落とす。よいしょ。はい、逆サイド。はい、アウトライン整えて、同じくイヤートゥーのところで、よいしょ。意外にこのイヤートゥーのところに長さが溜まってましたね、多分。表面にレイヤー入れて、どうにか丸くしてあげようっていう形だったんですけど、そこじゃなくて、表面を丸くしたい場合っていうのは、もう、この上を短くするんじゃなくて、下を締めていく方が絶対的に綺麗なんで、結構ね、上を丸くしようっていう人がいるんですけど、それってすんごい綺麗なセットしないと丸くなんないから、下を削っていった方が再現性は高いですね。はい、そしたら多分切るとこないです。切るとこないけど一応左右差もあると思うんでチェックします。ないで、よし。こうしてウェットカットが終わりなんですけど、後ろから横からだね見てもらうと、なんとなくこのトップ、本当はもうちょいこれがグッと上がってってくれるんで、乾くと少し上に上がるんですけど、これが少し下がタイトになったっていうのがあったところですね。乾かしましょう。でノットのミストがもうついてるんで、あとはリンクの上につけて乾かします。お疲れ様です。白いのも全部染まって、なんとなくわかります。このピンクが感じるか感じないかの暖色ブラウン。そうですね。はい。そしてなんとなくちょっと丸さが出たというか、触りましょうか。多分。サラサラすごい。これだったらわかります。毛先のボワボワした毛がなくなった感じ。乾かした感じで今。光がいくかな。アイロンしないでもこれぐらい。おお、いい感じですよ。綺麗。はい。ありがとうございます。そう、カットがね、あと一歩、ここが短いっていう感じなんだけど、そこに合わせてもうちょい良くなります。はい、お願いします。じゃあ行きましょう。今来たところのブラントゾーンを落とします。これを落としてあげないと自分でアイロンとかもすごいしづらいと思うんで、あんま深めに入れないように2センチぐらいですかね。2センチぐらいで。見えますかね、この上に激しかったやつが収まってます。はい。ただすごい短くはできないですね、やっぱこれがあると。でも最悪トリマーって刈り上げちゃうパターンもありなんですけど、ここの上に向いてる部分だけを。でも今日はそこまでいかずに、まず第一段階としてはこれぐらい。癖も少し残ってます。ちょっと弱めの薬剤にしたんで、多分それを続けてって毛先がボワボワしないでボワボワしてるのにシャキンとしてるという一番大変なパターンじゃないですか。
そうそれをいかに自然にナチュラルにしていくかが今後の課題だと思うんで、あんまり強くなくていいかなと。前髪とかはねちゃんと伸ばしてあげてもいいかなと思うんですけど、こうしてあげて、こういうブランドですね、こういうブランドを少し落とす。ここの下のブランド、縦スラでブランドを落としていく。かなり馴染んできたんじゃないですかね。よし。でサイドも一番下のところを落として、どんどん少しずつ上に上がってってます。はい。よし。はい。じゃあドライカットシザー STR を使ってこのちょっと表面の内側だけサイドが少し重たく感じるんで軽く後頭部は絶対触らない方がいいです。よし。どんどん丸くなっていくはずです。よし。もうこれは重いところを指で探してここだっていうところを見つけて、要は下をへこまして下を締めて上を丸くするパターンなんで、この中段がだいたい少し重くなりがちなんでちょっとずつ取っといてあげると、すきばさみじゃないんでもう本当に感覚でいきますね。丸さを見つつって感じですかね。前髪ちょっと切りましょう。これぐらいですか。あ、いいです。OK。はい。ぐっとしゃべってください。よいしょ。はい、こんな感じですね。後ろちょっといいですかね。ここら辺のグラデーションをすごい揃えた感じですね。揃えることによって綺麗な丸さっていうのをブローだけで出せるようにまずはしてあります。ここからアイロンすることによってもうちょい全体が揃ってきて後頭部ふんわりするかなと思います。心残りはここがちょっと短いけど、でも全然許容範囲だと思う。一番最初のビフォアは多分ここら辺で一気に跳ねたりとかしてたんですけど、これが全部収まるっていう一番綺麗なまとまりのいいカットっていうのにさせてもらいました。ちょっとここもう一回。よし。じゃあアイロンします。で、メテオが入ってるんで、メテオの耳の結合、グリュクシル酸とかグリュクシル酸カルボシステインとか耳の結合を作ってくれるので、今日は200度でアイロンします。ただこういう時にお客さんにスタイリングの方法もしっかりと教えつつやってあげた方がいいんで、ちょっとそれも参考にしてください。さあいきます。ボブで丸くするのに一番難しいのって後ろなんですよ。だからこうピンでめちゃめちゃんと一番細く取ってあげてください。触ってみてください。それぐらい、そう、これぐらいを取ってあげて、でなんとなくこうやって櫛使いながら無理だと思うんで指で引っ張ってアイロン入れたらその場でアイロンを丸める。そうでそれを一応左右こうやってちゃんと取ってあげて指で掴んで丸める。下段が薄くて上に行くほど適当でいいです。下段ができてればちゃんとうまくいきます。そしたら次耳と耳をつないだぐらいの線で、取ってあげて、ここも指で櫛使うのやめましょう。難しくなっちゃう。指できれいにパネルにしてあげたら根元の方で挟んだらアイロンをこうです。こう。そう。それを正直一番下の襟足ができちゃえば上結構適当でいいです。あ、そうなんですね。そう、こんな感じで挟んだら丸めるっていう感じ。家でやるときは160度ぐらいで、そうするとこんぐらい丸くなります。おーすごい超簡単なんです。でこれでさらにじゃあ次はもうトップ残して、横なんで正直簡単なんで、後ろも上は超簡単です。ここまた根元から挟んで、ここ長いんでちょっと下にしてからグッ、もう本当このスピードでできるはずです。160度だったらもう気持ちゆっくりっていうか、多分そんな早くできないと思うんで、そうでちゃんとこのトップは挟んでちょっと下にして、そう簡単にふんわりとしたスタイル見たいですよね。首曲げても後ろは見えないこういう感じ。あーすごいこれです。そうこれですよね。そうこれを作っていく。横とかはぶっちゃけ 2段とかでもいいんですけど、丁寧にやるんだったら3段で、下に行くほどでここも挟んで根元からです。毛先だけやらないことで、こう上は適当でいいです。一番下ができてれば上乗っかってくる毛なんで、そんなに難しくないですね。こういう感じでこうして上適当。あーすごーいそうラディアントゲットしといた方がいいです。ラディアントもうこれで軽くアローディアンデンソイルとかつければもうふんわりするし、前髪とかももちろんやるんですけど、とりあえずざっくり自分でも絶対できそうなぐらいのアイロンワークがこうです。
あ、すごい、こんなに丸くなる。でグラデーションのラインがすごい綺麗に切れてるから、これぐらいこの方が上品だし、やっぱりなんだろう、本当にボリューム感があった方が若く見えるんで。嬉しい、ありがとうございます。結構びっくりするぐらい近わります。びっくりです。ちょっとトリートメント、メテオのトリートメントっていうのが入ってて、しっかり熱入れした方がトリートメント成分効くんで、これはちょっとやんなくていいです。僕が今日のトリートメントを最大限にするためにやるアイロンなんで、ここは無視してください。今とりあえず見れたと思うんで。これはじっくり熱入れをすることによってトリートメント成分がしっかりと脱水って言って水を抜かれるんですね。水を抜かれることによって中で固まってくれる、ダメージホールにしっかりと結合を作ってくれるってやつですね。ツヤもとんでもなくいい。ツヤとボリュームですよね。やっぱり年齢重ねた時っていうのはそれがあれば間違いなくどんどん若く見えるんで。よし、前髪ちょっとやります。おお、ゴリゴリゴリ。岩崎さんの足踏みましたから逆サイドまでやります。怒ってる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 。いいですよ、どうせ先っちょなんで入ってないです。足小さい問題。足小さいからスニーカーそれ22センチなのにつま先開いてるんですよ。かわいい。そっちそっちかわいいじゃないですか。それをいいことにめちゃめちゃ踏んでくるんですよ、営業。いやお前結構足出てんだよいつも。マジで踏んでくる。入ってないからって。わざとじゃないです。アロディア伝送で購入しました。あ、いいですよね。いいです、すごいいい香り。特に宿毛矯正と白髪染めグレーカラーされてる方っていうのは水分が抜けがちなんで、よくこれ手で温めます。はい、普通にパンっていかない方がいいです。温めて伸ばしてあげた方が馴染みがいいですね。バーッと馴染ます。下段を締めていくだけで本当にこの丸みっていうのを出せるんで、無理して上を切らない。美容師さん結構多いです。上だけ切って丸くしようとしてる美容師さん多いけど、下を締める方を重視してあげるといいですね。よし、ちょっと一回取りましょう。ほんのちょっと取ります。実はほとんど使ってないです、これ今日。今下にちょっと離れ小島の毛が1本だけ入ってたんで取ったけど、これで作るとすごい簡単なんですよ。要は2ブロックになって上に上がってるのも仕方できるんですけど、ぶっちゃけこれでやっちゃうと長持ちしないんで、ハサミで今日みたいに襟足の補正っていうのをやってってあげると結構いいですよ。まあそれでもどうしようもないぐらい上向いてる人もいるけど、上向いてる人もいるんですね。いっぱいいますね。特殊かな。こうです。ああ、素敵です。あ、これです。これでした。よかった。ありがとうございます。一個だけ本当はここがこの丸みこう来てるじゃないですか。ここはもうちょい行くんですよ本当は。ただ上が1センチ短い。これはね時期に良くないはずです。ありがとうございます。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。お嬢さんの結婚式、バッチリ出席できます。しっかり自分でアイロンでもいけると思うんですけど、まあ多分着付けのところでやってくれると思うんで、丸くしろっつってください。カット絶対そうなってるからっつって。はい。はい。じゃあ今日はボブの襟足を締めることによって上に丸さを出すっていうカットの方法と、酸性の宿毛矯正、柔らかく丸さを出すことができるっていうのと、あとはリトのカラーを使ったダメージレスカラープラスメテを使ったツヤ感カラーっていうのをやりました。なかなかちょっと大変でした。でも全然大丈夫です。楽しかったです。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。いい感じになりましたね。嬉しい。バッチリ。嬉しい。見たいです。いや、これです。そう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 。ね。はい、よかったです。お父さんたちもよろしく伝えてください。チャンネル登録するように。ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい。いい感じ。じゃあまた。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。前髪さん。前髪さん。前髪さん、このくだり2回目。前髪さんって聞こえる。前髪さんだよ。ちょっと待って。もう大丈夫ですよ。でももう自分で切るから。ああ、そうかもしれない。美容師が失脚する瞬間ってこういう時です。皆さん。でもその後一回あれじゃん。再チャレンジさせてもらってます。あれはいかがですか？でもそんな聞けないですよね。1ミリぐらいしか。うんな感じはね。ああ、そうね。わあ。あ、これでわかる。はい、ヒントありました。私の気持ち。おこ。親指は。
こんな感じですか。はい、スマイリーそこはおこやめて、それ営業中ずっと使ってくるお疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ。